こんにちは。このポッドキャストは B リーグを数字と本音で料理するをテーマにスポーツライターサマンサと NBA US ヒップホップを愛する仲間たちが B リーグの注目カードや話題のピックをピックアップ。膨大なデータと現場の空気感をスパイスにどこよりもディープかつ自由に語り尽くす。B リーグをもっと深くクリティカルに楽しみたい人のためのポッドキャストです。チャンピオンシップ開幕直前のクークアップポッドキャスト始まるよ。サマンサです。なあちゃんです。よろしく。いや、なんか今日の収録空気が違うなって感じてる。ファイナルまでもうあと数時間だよ。横浜アリーナで歴史が作られる前夜。そう、気持ちがざわざわしてる。いつもと違う感じ。わかる？てか前回のエピソードでさ、経験の琉球が有利っていう空気のまま終わった気がしてるんだけど、あれ聞いてた人もそう感じたと思うんだけど、正直そうだったよね。ファイナル5回目の琉球と初めての長崎。経験値の差ってやっぱ重くて。それはそれで正しい視点なんだよ。ちゃんとしたデータに基づいた前提だった。でもちょっと待って、セミファイナルゲーム2のボックススコア、もう一回見てほしいんだよね。ゲーム2ね。長崎102得点、オフェンシブレーティング 111A.8、チーム EFF117。これ1試合の数字だよ。改めて言葉にされると、えぐいね。えぐいどころじゃなくて、これ計算された狂気なんだよ。勢いで取った100点じゃない？ターンオーバーは8個に抑えて、アシスト23。フリースロー29本中29本じゃなくて34本中29本か。それでもフリースロー成功率 85% 超。浮き足立ってるチームの数字じゃないよね。現場で見てた人の感想でも、長崎が全然焦ってなかったってよく聞いてて、すごく落ち着いた圧があったって。そう。それがデータにも出てる。だから今日やること決まってる。前回の経験の琉球優勢という前提をこのスタッツで一回フラットに戻す。その上でキープレイヤーを深掘りして最後にガチの勝敗予想を出す。データは嘘をつかないからね。ぜひ最後まで聞いてほしい。じゃあ、まずは長崎の話から行こうか。なあちゃんに一つ聞きたいんだけど、長崎ってファイナル初登場のチームじゃん？そういうチームって大舞台で浮き足立つイメージない？あるある。初めての横浜アリーナで雰囲気に飲まれちゃうみたいな。でしょ？で、長崎は勢いだけのチーム、新参者がここまで来たけど、本番はさすがにって見る人正直いると思う。私もセミファイナルゲーム1の後はそっちの可能性も考えてた。ゲーム1はちょっと心配だったよね。そう。でもゲーム2のボックスコアを見た瞬間考えが変わった。ちょっと待って。これ本当に勢いだけのチームの数字じゃないって。何が一番刺さった？ターンオーバーかな？長崎のゲーム2のチームターンオーバーが8個。そして琉球から誘発したターンオーバーが11個。この差3個に見えるけど、これ攻守でじわじわ効いてくる数字で、短期決戦でこれができてるってことは、プレッシャーの中でもちゃんと頭使ってバスケしてるってこと？浮き足立ったチームはターンオーバー増えるんだよ。やっぱり、すごく、それって実は長崎がゲームをコントロールしてたってことだよね。そう、まさに。で、そこにアシスト23が乗ってくる。ボールが動いてるから得点になってる。一人が無双してるんじゃなくて、チーム全体でオフェンスを継続してる。これ、多層的って言い方が一番合ってて馬場ちゃん、JB、イ・ヒョンジュンさん、アキル・ミッチェル、それぞれが違う種類の圧を出せるから、相手のディフェンスが一個潰しても次が来る。コートサイドポッドキャストで両親たちも言ってたけど、誰か一人止めたら終わりじゃないって、誰かを止めようとしたら別のところが開く、みたいな。ほんと、その通りで、数字的にもそれが出てる。ゲーム2の主要選手のスコアを見ると、ブラントリーが24点でゲームハイなんだけど、ババが19点、イヒョンジュンが18点、スタンリー・ジョンソンも13点。誰かに依存してないのよ。4人が2桁って、それガチですごくない？それがガチで面白いところで、JB がさ、ゲーム2だけで見るとスリーポイントが5本中5本成功してるんだよね。ほぼ全部入れてる。でもこれ1クォーターごとに分散して打ってるから、相手からしたら今度はどこから来るって守り方が定まらない。現場で見てたら絶対プレッシャーかかってるよね。守ってる側。で、ちょっと戻ると、狂気の安定装置って話をしたいんだけど、フリースロー、ゲーム2で29本中29本、じゃなくて34分の29か。それでも 85% 超。これ、クラッチな場面でフリースローを外しまくるチームは絶対優勝できないって言われるくらい大事な指標なんだよ。これが、フリースローってメンタルに直結するよね。プレッシャーかかる場面で打つやつだから。
そう。それをちゃんと沈めてるってことは、チームとして精神的に安定してるってこと。浮き足立ってたら、あの数字は出ない。イ・ヒョンジュンゲーム2でフリースロー6本全部入れてる。あの選手、韓国代表のシューティングガードとフォワードで、スリーポイント 39% のシューターなんだけど、フリースローのメンタリティも本物。てか、CS に入って外してないんじゃなかった？ヒョンジュンって、コートにいる時間のプラスマイナスも良くて、なんか存在感あるよね。目立たないけど効いてる選手って感じがして。それ、数字的にも裏付けあって、ゲーム2でプラスマイナスがプラス9、アキル・ミッチェルさんに至ってはプラス25。これ、コートにいる間にチームが25点分良かったってことだから、インサイドで体張って、アシスト6、オフェンスリバウンド4って地味に見えるけど攻撃の継続性を作ってる核がミッチェルなんだよね。ミッチェル怪我から復帰してそんなに時間経ってないイメージなんだけど、やっぱりあの人がいないとって感じ。現場で見てても伝わってくるよ。アリーナの空気から漂う安心感的な。それがね、数字じゃ全部は見えないけど、確実に機能してる部分で、そういう多層的な攻撃が成立する前提に、ディフェンスで相手のリズムを崩してるっていう土台がある。琉球から11個のターンオーバーを奪ったって話に戻るんだけど、これ、相手がミスしたんじゃなくて、長崎のディフェンスがミスを誘ったって方が正しいと思う。千葉ジェッツを倒した時も同じ感じだったよね。相手がやりたいことをやらせない、そのバトルで少しずつ長崎が勝ってたって。やりたいことやらせないバトルを長崎が制したってのが今の長崎の正体。勢いじゃなくて狂気に見えて実は計算されてる。そういえばそのディフェンスの話で言うと、琉球側もこれを受け止める準備をしてきてるわけで、そっちの話も気になってきたんだけど。琉球ね。なんか、すごく、5年連続ファイナルっていう言葉軽く聞こえるかもしれないけど、これって本当にすごいことで、ガチで異常だよね。安定感。うちらはずっと見てきたから余計わかるんだよね。毎年ファイナルにいるその重みが、で、今回のセミファイナルゲーム2のデータ見ると、琉球がどういうチームかが数字にすごく出てて、まずビッグローさん、トータル EFF31、25得点、リバウンド7、アシスト2、プラスマイナスがプラス10。これはエース級の仕事そのもので、しかもこの数字、長崎の計算された狂気のプレッシャーを受けながら出してるんだよ。ビッグローさんって見てると本当に試合に落ち着きをくれる選手で、なんかこうさすがオフコートでもウィンウィンって言える人だなって。ほんとそれ、数字にもそのメンタリティが出てて、特に第4クォーターに10点取ってるんだよね、ビッグローさん。2本のスリーポイントも含めて。プレッシャーがかかる場面で仕事できる選手って、ショートシリーズでは本当に価値が上がる。現場で見るとまた違くて、ビッグローさんがコートにいるだけで周りの動きが変わるっていうか、ボールをもらう前の動き出しとか、スペースの使い方とか、コート全体がちゃんと機能してる感じがする。そこなんだよね。で、そのビッグローさんを支えるインサイドの話をしたくて、クーリーとカーク、クーリーがトータル15得点7リバウンド4アシスト EFF25、カークが6得点9リバウンド2アシスト EFF14。この二人で支えるインサイドの安定感、長崎のペイントアタックを受け止める土台になってた。クーリーって毎年ファイナルにいるじゃん。それがもう経験の塊みたいで、当たり前みたいになってるけど、冷静に考えると長崎の選手たちは初めて当たる圧力でしょ。正確には6年目。6シーズン琉球で積み上げてきた選手で、でも面白いのが、クーリーのフリースロー成功率がゲーム2は 100% なんだよね。ファウルもらって確実に決める、ここぞという場面で崩れない。それがベテランのクラシックな部分ってこういうところだなって思う。クラシックか、結形。なんかすごくわかる表現だわ。そう、そのイメージ。で、一番そのクラシックを体現してるのが岸本隆一で、今シーズン13年目、ゲーム2は15得点4アシスト2スティール、EFF17。これが全部勝ってる時間帯に積み上がってる数字で、プラスマイナスがプラス12。岸本さんって試合が決まりそうになった瞬間にスリーポイント打って決めるじゃないですか。なんかここだって顔してて、100本中4本成功 ?3 ポイントだけで12点。それをゲーム2の重要な局面で出してる。ちょっと戻ると、最初に経験の琉球って言葉を使ったけど、その経験が単なる慣れじゃないんだよ。岸本の3ポイント成功率とか、クーリーのフリースロー安定とか、クラッチな場面でブレない精度として数字に出てる。これは若いチームが2シーズンで再現できるものじゃない。でも本当にそうで、うちらが沖縄アリーナで毎年見てきた、積み重ねが全部ここに出てるって思うと、なんかすごく胸にくるものがあって、なあちゃん大丈夫？
大丈夫。でも本当にそうだから、岸本さんが琉球にいて、ずっとここを守ってきて、5年連続ファイナルってそれって選手のクラシックがチームカルチャーになってるってことだと思う。言いたいことわかった。経験ってファイナルに来た回数だけじゃなくて、その場で自分の仕事を遂行できる精度の積み重ねのことで、琉球はその精度が数字の上でも証明されてるチームってこと？これ、長崎の計算された狂気とぶつかった時に何が起きるか、それがまさにファイナルの焦点だよね。そういえば、ここまで両チームのキープレイヤーを掘ってきたんだけど、そろそろってどっちが勝つのっていう話をしなきゃいけないよね。うん、それ、正直一番聞きたいとこ。まず前提として、今回のファイナルは2勝先勝制でしょ？この形式って、長いシリーズと全然違う戦い方になるんだよ。数字的にはね、B リーグのファイナルでゲーム1を制したチームが最終的に優勝した確率ってかなり高くて、過去のデータを見ると、ゲーム1勝利チームが最終的にシリーズを制するケースが圧倒的に多い。ゲーム1ってそんなに大事なの？ゲーム1を取ったら、あと1勝すればいい。負けたら2連勝しないといけない。この差がえぐくて、3試合しかないシリーズで後がない状況で2試合戦うのと、あと1つ取ればいいで戦うのは、メンタルもゲームプランも全然変わってくる。それって長崎にとってめちゃくちゃ意味があるよね。初めてのファイナルで先にゲーム1取れたら気持ち的にも楽になるし、そう。で、ここが対立軸の核心なんだけど、長崎の戦い方って、個のプライドと圧で相手を飲み込むスタイルじゃん？セミファイナルゲーム2でやったことがそれで、立ち上がりから高いテンポを維持して、相手があれうまくいかないってなってる間に主導権を握る。第1クォーター36点はその象徴で、現場で見てた人の話だと、最初から長崎のペースだったって言ってたよ。なんか試合前から空気ごと長崎のものになってたって、で、それに対して琉球の戦い方は、組織と経験で、相手のやりたいことを少しずつ潰しながらゲームの歯車を自分たちのリズムに引き込む。岸本やクーリーが第3、第4クォーターに仕事をするチームで、ゲーム2のデータで言うと、後半になればなるほど琉球のアシスト比率が上がってる。我慢して我慢して、終盤に精度で上回るのが琉球の勝ちパターン。てか、それって長崎が最初から飛ばしてくる戦い方と真逆のリズムなんだよね。ちょっと待って。そこが重要なポイントで、2戦先勝でゲーム1を取りに行くとき、琉球が勝つための条件ってかなりシビアなんだよ。一つ目は、長崎の立ち上がりの圧を序盤で受け止めること。ゲーム2の第1クォーター、琉球は17点しか取れてない。あの入りが続くと、後半の組織バスケで逆転する前にスコアが開きすぎる。大きく離されちゃうと経験があっても追いつくの大変になってくるよね。二つ目は、ビッグローさんの爆発。あの選手、ゲーム2で25点出してたけど、それをさらに上回るパフォーマンスが必要で、かつ岸本との2枚看板が機能しないと、長崎の多層的なオフェンスに対して琉球のスコアが追いつかない可能性がある。EFF31 って出した時の琉球は強いんだけど、それをゲーム1から出せるかどうか。なんか、すごく琉球が勝つためのハードルが聞けば聞くほど高く見えてきた。いや、数字的にはね、ちゃんと勝てる要素もあって、直近の対戦成績で見ると、今シーズンのレギュラーシーズンで2試合やって1勝1敗。でもそれで言うと、琉球のホーム沖縄アリーナでの1勝と、長崎のアウェーでの1勝で5分なんだよね。横浜アリーナは中立時だから、両チームにとって今シーズン初めての舞台でもある。そっか、横浜アリーナだとどっちのホームでもないね。それって長崎にとっては、ファイナル慣れしてない不利を少し消してくれる条件でもあるよね。まさに、結局このシリーズ、テンポを先に支配した方が持っていくと思ってて、長崎が自分たちの高テンポを押し付けるか、琉球が組織のリズムに引き込むか、そこで言うと、サマンサの本音のをそろそろ聞かせてほしいって思ってない？めちゃくちゃ思ってる。サマンサの予想、ずっと気になってた。早くドロップしてよ。じゃあ、行くよ。本音、ドロップ。どうぞ。2勝1敗で、長崎ベルカ。新王者の誕生よ。来た。数字的にはね、これ感情じゃなくてちゃんとした根拠がある。ゲーム2のオフェンシブレーティング 131.8。これ100ポゼッションあたり131点以上取れてるってこと？リーグのトップチームでも通常115、120くらいのレンジで戦ってるのに、プレイオフのこの舞台で131超えてきてる。このテンポを琉球が止めきれるかって考えたとき、正直しんどいと思う。131.8 ってファイナルでも維持できるの？そのペース？ワンチャンそのままは無理かもしれない。琉球もスカウティングしてくるし、絶対アジャストしてくる。でも長崎の面白いところは、ハイペースだけじゃなくて、それを支える土台がちゃんとあること。
ターンオーバー8個に抑えたままアシスト23出してる。これは単純な勢いじゃなくて、コントロールされた破壊力なんだよ。なんか、すごく計算された狂気ってやつが、ファイナルでも出るって思う？私は出ると思ってる。で、そこで言うと、ベストオブさんの魔力の話で言ったゲーム1をどっちが取るか問題だな。あ、ちょっと戻ると、短期決戦って勢いのある方が有利に進みやすくて、ゲーム1を取ったチームが2021年以降のファイナルでも高確率で優勝してるんだよね。そのゲーム1に今の長崎の圧とテンポをぶつけた時、琉球がそれを受け止めるには相当な準備が必要で、琉球が勝つシナリオは本当にないの？ないとは言い切れない。ビッグローさんが連続で爆発して、岸本がゲームを締めて、クーリーがインサイドを制圧するっていう、3つが同時に噛み合えば、ゲーム1を取って勢いを変えられる。でも今の長崎の状態で、それを全部揃えることを琉球に求めるのは、かなり高いハードルだと思ってる。馬場ちゃんが前日会見で雑草って言われたチームが優勝するストーリーを完結させたいって言ってたじゃん？あれガチで刺さって設立5年で B3 から駆け上がって今横浜アリーナにいる。その事実だけでもうチームとしての熱量が違う。数字が示す計算された狂気とその熱量が重なった時に私は長崎が新王者になると思う。2勝1敗で長崎ベルか。聞けてよかった。なんかすごく今日めちゃくちゃ濃かったね。ククアップ完了って感じ？ちゃんとコンセプト通り材料から料理したね、今回は。前回、経験の琉球で終わったとこからデータで全部ひっくり返して最後に予想まで出したじゃん。それって今日だからできたことで、ファイナル直前のこのタイミングで聞いてくれた人には刺さったと思う。それじゃあ、今回の一言まとめ、それぞれ言ってこうか。なあちゃんから。うちは、経験と熱量、どっちが本物か、横浜アリーナが答えを出すかな。岸本さんたちの積み重ねも、長崎の5年の狂気も、どっちも本物だから、それをコートで決着つけるのがファイナルだなって。いい一言だね。私はデータは嘘をつかない。でも試合はコートで起きる。数字で長崎優勢って言ったけど、それはあくまで現時点のスナップショットで。横浜アリーナで何が起きるかは、だからこそ目撃する価値がある。それ、めちゃくちゃそうだよ。ちょっと戻ると、今日やったこと整理すると、長崎の計算された狂気をスタッツで証明して、琉球のベテランの精度も数字で確認して、そのぶつかり合いがどっちに転ぶかを予想した、個のプライドと圧か、組織の経験か。これ、バスケの話だけじゃなくてカルチャーのぶつかり合いなんだよ。横浜アリーナっていう舞台でやるのも、なんかエモいよね。どっちのホームでもない場所で、どっちが俺たちのコートだって言えるか。ガチでそのフレームで見てほしい。リスナーのみんなには、ぜひ歴史の目撃者になってほしい。5年で B3 から駆け上がった長崎が新王者になる瞬間か、5連覇を達成する琉球の王朝継続なのか。どっちのシナリオも10年後に語られる試合になると思ってる。現場行く人はアリーナの空気ごと持って帰ってきてほしいし、配信で見る人も絶対リアルタイムで見てほしい。クックアップポッドキャスト、今日も聞いてくれてありがとう。チャンネルのフォロー、評価、コメントで感想を聞かせてくれると嬉しいな。ファイナル終わったら振り返り会もやるから、予想が当たってるかどうか一緒に確認しよう。じゃあまた。またね。